チリガイ。濡れです。今日は皆さんに大切なご報告があります。以前の動画にて我が家の大切なペペさんがこの6ヶ月間原因不明な症状とともに一緒に頑張ってきてくれたことをお話ししたのですが、2025年6月28日ドバイの早朝に旅立ちました。どうしてもなんとか今まで通り変わらぬ日々を過ごし抜きたかったと同時に、なかなかこの動画を作る気力が湧かず、ご報告まで少しタイムラグが生まれてしまいましたが、最後まで咲き続けてくれたペペさんの最後についてお話ししたいと思います。6月に入ってからペペさんの様子が少しずつ変わり始めました。回し車をついに回さなくなり、硬い食べ物が食べづらそうになり、次第に寝ている時間が増え、寝たきりの状態になりました。活動は起きてトイレに行ったり、水分補給をしたり、餌を取りに行くだけで、歩き方もだいぶヨタヨタとしだしました。6月18日、容体が急変して、ついに、段差を登って自分でお水を飲みに行ったり食べたりという活動ができなくなってしまいました。自分で体温を上げることができないため、体も少し冷たくなってしまい、この日からですね、数時間おきにご飯やお水をあげたりと、飼い主の本格的な介護が始まりました。食べることができるものは本当にペースト状、柔らかいものに限られて、食欲も徐々に落ちていきました。獣医さんから最後に出していただいたお薬は、ペペさんが一日でも長く生きられるようにという延命目的のものではなくて、少しでも苦しまずにペペさんらしく過ごせる時間を提供する目的のもので、痛み止めや抗炎症剤などを調合していただき、さらにはお薬を飲んでいる時間も楽しんでもらえるようにと、少し甘めのシロップ状にしてくださいました。少しでもペペさんの QOL を最後の最後まで保てるようにと、緩和的なケアをしてきました。その後は体調にも気分にも波があるようで、ご飯やお水を自分から飲んでくれる日もあれば、もう何を差し出しても頑くなに拒否するような日もありました。このステージに入ってからは、もういつ橋を渡ってもおかしくないなという様子で、もう頑張らなくていいよ、しんどかったらいつでも無理しなくていいからね、楽になっていいからねと毎回のケアで伝えていたのですが、その度にペペさんは OK っていうような穏やかな顔を見せてくれました。毎日数時間おきにご飯やお水を与えて、飲む時もあれば飲まない時もありまして、ご飯もその時の気分によって食べたいものが違うみたいなので、いつも何種類か用意してあげて、一つずつ試して食べれるものを食べれるだけ食べてもらい、できる限りの選択肢を用意してペペさんに寄り添いました。次第に自分で毛づくろいもできず、トイレに行く元気もなくなり、おしっこで濡れてしまった体を拭いたり、
体をそっと手のひらで温めたりという時間を過ごしていまして、毎回これが最後かもしれないと思いながら接し、眠る時には心を込めておやすみ、お疲れ様と声をかけていました。ペペさんをケージごと寝室に移動させていたのですが、毎晩夜中に目を覚ましてケージを覗いて飼い主が容体をチェックするたびに本当に心臓がドキドキして、ペペさんの胸が呼吸でかすかに上下しているのを見るとほっとする反面、これ以上生き続けてペペさんがもっと苦しい思いをしてしまったらどうしようという不安と迷いが同時に込み上げてきて、とにかく苦しまずという思いが強く、それでも見るたびにできないことが少しずつ増えていって、明らかにじわじわと弱っていく姿、毎日毎時間なんとか必死に命をつなぎ止めている小さなペペさんの姿を見て、飼い主の心もその度になんだかすり減っていくような感覚がありました。ペペさんのために強くあらなきゃって思うんですけど、その気持ちが強ければ強いほどペペさんを見るたびに心が少し疲れてしまっていくような感覚もあったのが本音です。最後の方は目も開けられないほど苦しそうで、だからこのまま橋を渡ってくれたらきっと2人とも楽になれると思って、死に対して前向きな捉え方と、その時は強い覚悟みたいなものができていたはずでした。亡くなる前日は、本当に不思議なことに今夜だなということがはっきりと飼い主には分かりました。本当に直感的なんですけれども分かりました。ペペさんはもう口を開けられなくなって、食べ物も飲み物も飲み込めもしない。1週間前まで 112g あった体重は 92g まで落ちていました。全身を使ってゆっくりと深く大きな呼吸をする姿は本当にもうそれだけで精一杯っていう様子で、しんどそうな姿にもういいよ、頑張らなくていいよって何度も伝えましたね。で、深夜もう最後だって分かった時にペペさんを1時間ほど手のひらで抱えながら、呼吸しかできないペペさんの体を温めて、まだ柔らかい毛並みをすっと撫で続けました。もうひたすら飼い主旦那とありがとうって伝えて、悔いのないお別れをしました。もうこの体勢のまま旅立つんだなって直感していて、その時はいつもリラックスするときはお腹を横にして眠る子だったので、寝返りも自分で打てないペペさんをいつもの場所にそっと寝かせて、たくさん床材をかけて暖かくして、お疲れ様、おやすみと声をかけてそっとすることにしました。最後は手のひらではなくて、ペペさんが落ち着くいつもの場所で安心して眠ってほしかったので、ケージに布をかけて暖かく暗くしてあげて、最後はそっとしておくことに決めました。なぜかその時不思議なんですけれども、これが本当に最後だって
100% 確信していたんですよね。そして飼い主もその晩はなかなか眠れず、とても長い夜を過ごし、早朝4時に深呼吸をして強い覚悟とともにケージ内をチェックしに行きました。いつもなら呼吸と一緒に動いている床材が全く動かず、ペペさんに触れるともう橋を渡っていたことが分かりました。毛並みはまだ柔らかくて優しいままでした。その眠れなかった長い夜は、大切な存在の生と死の境界線を本当に細胞レベルで感じるような夜で、そうやって今思えばペペさんは一度も休まず最後の最後まで呼吸をし続けてくれていたんだなと、本当に今は感謝の気持ちでいっぱいです。これでようやく、もう心配しなくていいよって言ってくれているような穏やかな顔をしていたのに、2人とももう楽になっていいんだねって思った瞬間、想像以上の喪失感が押し付けてきて、涙が止まらなくなりました。強くしっかりとした覚悟ができていたので、予想外の感情の乱れに自分自身でもすごくびっくりしました。ペペさんがいなくなったことで生まれたぽっかり空いたスペース、ペペさんにしか作り出せない空白が心の中にできて、そこからじわじわと湧き上がってくるような痛み、今までに味わったことのない種類の悲しみだなと思って、小さくて短い命のその始まりから最後まで、その子の運命、生き方だったり幸せ、人生そのものを飼い主が背負ってきて、自分がいなければ生きることができない存在を守りきり、今はその責任から解放された瞬間なんですよね。覚悟はしていたはずなのに、やはりこの悲しみと喪失感は想像をはるかに超えていたと同時に、言葉で説明するのは難しいんですが、悲しいっていう感情が必ずしもネガティブなニュアンスではなく、いろいろな深みがすごく複雑に混じり合ったような、今まで感じたことのない新しい感情を経験しています。きっとハムスターに個性があるように、その分悲しみの形も様々で、ペペさんにしか作り出せない悲しみを経験しているんだろうなって思います。このことはきっとこれからの飼い主の人生で経験していく出来事をどう感じ取っていくかっていう面で、新しい角度だったり視点をペペさんが飼い主に与えてくれたと思っていて、ペペさんがその人生と存在そのものを通じて飼い主に送ってくれたギフトだと思っています。ハムスターのペットロスは小さく短い命だからこそ、一般的になかなか理解してもらうことっていうのは比較的難しいんじゃないかなって思っていて、どれだけ飼い主さんのことを普段から理解してくれている親しい友人や家族でも、この感覚は、どのペットにも言えることですけれども、そのかけがえのない命に本気で向き合った本人にしかわからない感覚があって、乗り越え方もそれぞれだと思うんですけれども、私の場合で言うと、ハムスターを周りで飼っている人もいない中で、オンラインの世界で同じ気持ちを持つ人たちと、思いを共有できるっていうことが
飼い主にとって本当に救いになっています。本当にこうして遠く離れた場所でこの動画を見てくださっている皆さんに心から感謝しています。そして一個人としての経験や思いなのですが、少しでも共感できる部分をそれぞれ感じ取っていただけたら本当に嬉しいです。コミュニティでもたくさんの温かい応援の言葉をありがとうございました。一人じゃないって思えたことがエネルギーとなって飼い主の手のひらからペペさんに間違いなく伝わっていました。ペペさんにしか作り出せないこのロス、心の中の空白だったり悲しみ、もうまさにペペさんのモットーだった置かれた場所で咲きなさいっていう言葉。ペペさんは最後まで与えられた場所で咲き続けてくれて、さらに今では飼い主の心の中で咲いてくれました。これからはこの悲しみを前向きな形で乗り越えていった先に、ペペさんの存在と人生そのものがもっと深く、もっと意味のあるものになっていくと信じているので、これからもこの唯一無二の悲しみをエネルギーにして飼い主が人としてもっともっと成長できたらいいなと思います。 YouTube を始める前のペペさんの思い出動画や投稿しきれなかった記録もまだまだたくさん残っていますし、ペペさんが亡くなるまでどんなステージを歩んできただったりとか、具体的にどんなケアをしてきたか、また飼い主の中でどのような葛藤があったかなど、共有しきれていない部分がたくさんあるので、これから動画にしていく予定です。これからさまざまなステージをハムさんと歩む飼い主さんにとって少しでも参考になるようにと願いながら形にしていきたいと思っています。なのでペペさんはこれからもこのチャンネルの中でずっと生き続け咲き続けます。どうかこれからも見守って応援していただけたら嬉しいです。取りだめしてあった編集済みの動画なんかも引き続きアップしていきます。ここまで聞いてくださっている方いらっしゃいましたら、改めて最後までご視聴いただきありがとうございました。ペペさんの存在が少しでも皆さんの心に残りましたら、高評価ボタンやチャンネル登録、コメントをいただけると本当に励みになります。ペペ動けないよ、寝てるのそこで。ペペどうしよう、勉強し